はい、おはようございます。おはようございます。今日はですね、こんな話聞いといた方がいいよっていう皆さんお困りのことを、ちょっと今日座学でお話ししたいと思うんですけど、ちょっと今まで別に隠してたわけじゃないんですけど、盆栽師とかああいう盆栽の、資格を取るために、通信教育っていくつか団体でやってて、で実はその一つちょっと私やらせてもらってて一個ですね、ちょうど先週そうだから一応盆栽級ではふざけたこと言ってますけど、真面目なところもあるんですよっていうことをちゃんとした人間ですっていうことだけ一応。ちょっと待って、試験の何をやってるんですか？添削っていうか講師をやってる、添削ですね。レポートを書いてそれが送られてきて、それを添削して、あるいはいろいろとコメントをつけて送り返して合格です不合格ですというのをやってるという。じゃあ昼間さんもその資格を持ってる？でも資格持ってないそうですね。そうだよね。なんか変ですね。資格持ってないんですけどね。でもちゃんとした教本もあって、そこに基づいて教えてるっていう形なんですけど、一応そういうちゃんと真面目な人間ですって一応言った上で、でちょうど先週花火大会の時にそのレポートを1個預かったんですね。家帰って見たら、この木心拍なんですけど黄色くなっちゃいました。どうしたらいいでしょうかっていう、そういう質問状だったんですね。見たらこれ結構まずいと、やばい状態だったんで、急いでレポートを私の方で書いて、で月曜日の朝すぐ教会の方に電話してですね、もう一刻争うからすぐこうしてくださいっていう話を実はしまして、っていうことははっとやっぱこうやって皆さん悩んでる人結構いるよなって、で私もよくよく考えたらね、結構この木おかしいなっていう時に乱パターンがいくつかあるんで、こんなケースがありますよというケース別にちょっと今日はお話ししたいなと。ちょっと全然長くなりました。要約するとどういうことですか？ちょっとこの木大丈夫かなっていう木の、原因と対処方法、こんな話をしたいと思いますんで、楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、いつも話とっちらかるんで、とりあえずその心拍の話から始まったんで、心拍を中心とした小拍の話、それと臓器の話もちょっとして、それとまたそれ以外の話っていう形で、したいと思うんですけど、送られてきた心拍はコメントでは黄色くなっちゃいましたって言ってたんですけど、それは私が見たところまず水切れだなって、ちょっとここ1週間ね寝ずに考えたんですけど、枯れる原因、水切れとそれから、病気、それから、根腐れ、それからコガネムシの幼虫、あと針金を無理にかけて枯れちゃったとか植え替えしたとかって、ちょっと操作の方ですよね。で、だからあれ1個おかしいな、水切れ、病気、根腐れ、コガネムシ、あとは針金かけとか植え替えとかっていう5つ6つっていうところがあるんですね。まず一番多いのが多分水切れが多いんですけど、その写真見た時に黄色っていうんですけどね、ちょっとね薄い黄緑色っぽくなります。まず一つは薄い黄緑色で、なおかつね葉っぱが乾燥するんですね。これは水切れの特徴ですね。でその時に何をするかっていうと、葉っぱが乾燥して枯れちゃうわけですから、葉っぱを乾かさなきゃいい、もう単純な話なんですけど、とんちみたいな話で、なんで一生懸命ね霧吹きで一つ葉っぱに水をかける、葉水って葉水ですね。で人によってはとかね、結構プロなんかでやる人もいるんですけど、袋をかぶせて大きな、そうで水をで要は湿気を保つっていう形ですね。でこの夏場なんかだとちょっと、蒸れすぎる可能性がある、温度が上がる可能性があるんで、少しこう切って通気性も少し保ちながら、ちょっとねでも危険があります。管理できないところは人は危ないんで、袋は危ないんですけど、いずれにしても霧吹きをたくさんあげるっていうことと、一旦日陰に避難してくださいで、これを一応答えとして出しました。日陰に置いて霧吹きでね、でもかなり危険です。危険っていうのはもうかなり手遅れかなって正直言うと、もうああいうなっちゃうと7割から8割ぐらいで、ただその中でも芽が吹いてきたりとか、枝1本だけでも生き残れば盆栽はなんとかなります。でこれをね
ねちょっと話が通れるかもしれないんですけど、心拍ってねこれそのために持ってたんですけど、結構ね枝がねポンポンって枯れることあるんです、でこれも全然気にしなくていい、そんなのはよくあります。なるほど。はい、ポッとこれまでたまたまいくつかあったんですけど、1個だけ枝が枯れるとかってあって、でも全然そんなのって他は元気で問題ないっていうケースが多いんですけど、小白でもね、だから五葉松とか図書なんかは一枝枯れるとどんどんいったりとか、そうですね、もうっていうのはもう木が弱ってるからっていうことなんですよね。だからこれ何かの障害があって心拍って枝枯れしたりするんですけど、だからといってどうしようって全然慌てる必要ないっていうところでちょっとこの話はしたかったんですね。はい、水入れがあって、次に病気でね、病気の木がね、これがねちょっと初期ですね。こういう一つの中にこういう先端が病気になってきてる、色が変わってきてるんですね。これはねもっと他のケースがあって、黄色くまさしくね黄色くなるケースがあります。病気もいろいろあって、こういう茶色くなったりとか、本当に黄色くなってですね、黄色とね茶色の入り混じったような黄色焦げ茶みたいな、あって、で実はこれがねしばらく病気かかってたやつなんですね。でこれはもう枝ダメですね。これ残ってますけど、これはもう枯れます。でこれは幸いこれが出てきました。でこうなればねもう大丈夫です。これとかここ2つで、将来的には多分正面そっちにしてこれ1本で作るんじゃないかなと思いますけど、なるほどね。なんでもうこれも結果的にはいらなかったっていうことなんですけど、これ1本をあとはもう何もしないで元気に伸ばしていくと。であとはだからやっぱり殺菌剤っていうのはやっぱりかけながら、いろんな種類がかけていいと思うんですけど、やっていって、でこういうのはもう枯れてるところはもうダメなんで、これもそうですね。でこれが水切りがやって病気の話があって、根腐れはおかしいなと思った時に、これ見分ける方法が簡単で、まず匂いを嗅いでください。土の、こうやってね、そうすると本当にね腐ったような匂いがします。ドブの匂いってよくね、根腐れは本当に腐った匂いなんで、匂いを嗅いでください。でやるときは結構な荒治療ですけど、私がやって成功したのが、五葉松の私が一番お気に入りの株立ちの木を一回ドブ臭くなって、で洗いましたね、根を。普通五葉って根洗いしないんですけど、それやっぱ取らなきゃダメだって、で心拍なんかでも昔ハムの会長やっぱ言われてて、洗った方がいいって、でやっぱりその腐ってるところっていうのは取らないといけないんで、もう黒くなってますから土が、だからまず匂い対処方法としては、匂いを嗅いで、根腐れだなと思ったら洗うということですね。根腐れの原因は何ですか？根腐れはね、よく水のやりすぎって言うんですけど、水のやりすぎの前に水が通りづらくなってる、で本来は水の通りやすい土の状態にしといて水をたくさんあげるのが一番いい。でね、ちょっと心拍から離れて五葉の話ちょっとしたいんですけど、結構 X の中とかでも五葉枯れたって結構多いんですよ。すごいここ何年か多くて、やっぱ五葉難しいですねとか、五葉って本来一番っていうか、心拍も育てやすいですけど、そんなに枯れる樹種じゃないんですね、本来は。で水は割と辛めっていう少なめ、でも大丈夫な木なんですね。で私は実家の親父がもうあれです、昔ですけど行くともうカラッカラなんですよ、五葉松が。もう全然水やりしなくて、でも生きてるんですよね。本当に空中の水分だけで生きてるんじゃないかっていうぐらいカラッカラですけど、だけど生きてるっていう、それを見てるので、五葉って相当水辛くても大丈夫だなっていうのが、私はそういう印象なんですね。だからむしろこれなんか水がやりすぎとか、そっちの方じゃないかなって。だから植え替えをずっとしてないやつに水が多いと根腐れになっちゃう。根腐れです。そうですね。あと根腐れっていわゆる酸化、前もなんか酸化っていう言葉が、確かどうかってあったんですけど、水やりは水をたっぷりあげて土の中から水が出るように、と同時に、私のイメージは酸素を入れ替えるんですね。水をやった時に酸素を入れ替える。だから水をねちょこちょこってやって、土が濡れた状態、湿った状態、これって空気が変わってないから、いわゆる酸化しちゃうんですよ。
酸素が入れ替わってないから。そういうことなんですか。そうだから水が鉢の底から出るようにって言うんですけど、それは水が出るのと同時に中の空気を入れ替えてあげる、新しい空気を土の中に与えてあげるで、これによって酸化っていうのが防げると私は思ってるんで、だから多分水やりなんかも多分べちょべちょの水をだから細かい水をあげろってよく言うじゃないですか、はい、だからべちょべちょの水をあげたり土を染み出すだけじゃなくて、たっぷりと細かい水をあげて空気をだからあれですね、まあいいやごめんちょっと違う話が言いそうになったんですけど、ちょっとやりましょう。はい、ということで、はい、話がいつもこう広がるんですけど、そんなことで、まあ、根腐れも原因もありますよ、はい、根腐れっていうか根腐れですね。で、根腐れ話が違った。それであと何ですか、コガネムシ。コガネムシはですね、カナブンと似てるんですよね。はいはい、で、カナブンって割とこう平べったくて、幼虫の時は堆肥だとか腐葉土だとかを土の中で食べて、で成虫になって上がってくると、まあ、樹液を吸ったりなんかする。でコガネムシは幼虫は木の根を食べる、これがダメなんですね。で成虫になると、まあ、葉っぱとか花とかも食べるんですけど、こっちはもう害虫なんですね。カナブンは液虫だから、堆肥とかを食べて自分で糞をして木がよく育つ液虫なんだけど、コガネムシは害虫で、形の話をさっき言ったんですよね。カナブンは割と平べったくって背中にね、こういう三角形のこういうのがこう背中にこう、それがカナブン？それがカナブンですね。でコガネムシは丸っこいです、割と丸っこくて、で背中がね、こう半円状のちっちゃいこう半円状のやつが背中に沿ってるんですよね。カナブンはでっかい三角形で、コガネムシはこう半円のちっちゃい丸いやつ、半円ですね。それでそこが磨きが一番しやすい。なるほど。であとはカナブンってやっぱり羽っていうぐらいキラキラしててブンブン飛ぶんですね。飛ぶのが得意らしいです。この甲羅をこう広げずにですね、中からシャーッ出てきて結構飛ぶんで、コガネムシは意外と苦手なんらしいですね。あれがね、立つんですって、こうやって飛ぶ羽が甲羅の硬い羽がガルウィングなんですね。ガルウィンググーッとなってだけど飛べないっていうかっこいいんだけど飛べないっていう、それがコガネムシらしいですね。まあいずれにしても言いたかったのは幼虫気をつけてっていうだけの話なんですけど、で消毒ですか、対処は。でこれは現象ではなかなかわからない、で私は気がついて、もしかしてそうかなとあんまり見たことない現象だったんで、やったら案の定中にコガネムシの幼虫がいて、それは私はゴヨマツだったんですけど、なんかゴヨマツって食べない気がするんですけど、何でも食べますね。柔らかいゾギとか、あとまあ前ちょっと聞いたのはなんかアジサイだとか、ああいう庭に入ってるようなやつなんか今つくんで、何でも食べるんで消毒です。もう予防しかない。それは現象では分かんないんで。どんなものをあげたらいいですか？で前はオルトランの、コガネムシって書いてるやつがいいですよって、DX ってやつが、あれを言ったんですけど、ダイヤジノンとかコガネムシ専用のやつでダイヤジノンだとかカルホスかな、はい、そういうのもあります。なんでちょっと調べて、それはもう事前に予防するしかないですね。でなっちゃったらもう根が食われちゃってる状態ですから、かなりもう危険です。まあ枝枯れしていくみたいな感じですかね。枝枯れですね。根がないんでもう成長できないですから、もう無理かなっていう感じですね。なので予防するしかない。はい。あと針金を無理してかけちゃったりとか、植え替えの失敗とかっていうのはありますけど、これはまあどっちかというと操作の方の原因ですから、やりすぎでっていうことですね。水質が切れちゃったりとか、水があげなかったりとかっていうことなんで、これはちょっと別にしといて、そんなさっき言った大きくは水切れの場合はちょっと色が本当にね、薄い黄緑の青っぽいあれなんで、あるかもな。ね、あればね、薄くなってくるんですね。薄くなるんですね。そんな綺麗な緑じゃない。緑じゃない。で病気はいくつかあって、こういう先端茶色くなったり、本当に黄色っぽくなります。黄色とさっき言った焦げ茶がなんかこう入り混じったような、もう分かりやすいんで、ただ病気は復活しますから、一生懸命薬をあげてれば、一枝残れば大丈夫
るよという話ですね。なんか繰り返してるだけですね。で次ちょっと臓器の話しますね。臓器の話。臓器はねおかしいかなっていうのは大体まあ病気であんまり、虫は単純にこう食われるだけですから、はい、虫はいいんですけど、病気の場合はいろんな斑点が出たりとかあるんで、それは薬でいいですよってことなんですけど、一番その水切れとかで注意しなきゃいけないのが葉っぱが乾燥してって枯れます。葉っぱが落ちた時は復活します。ああ、ついたままだと、枝についたままだと危険な状態というか枯れる可能性が高いです。そこはね一つ見分け方の違い。どの臓器もですか？大体そうだと思いますね。ついて残った場合っていうのは、まあ要は成長しないでそのままパタッといってるんで残っちゃってるんですね。葉っぱが落ちる時っていうのは更新しようとしてるんで、一回枯れてもそこから芽が出てくる可能性があります。私は枯れたなと思っても少し上げてた方がいいと思います。あ、それで言うと、ちょっと持ってきていいですか？ああ、いいですよ。復活。どうぞ。これなんですけど、おお、復活してんじゃないですか。完全に枯れたと思ってたら芽が伸びて、お、すごいですね。吹いたんですよ。全部の葉っぱが茶色くなって水切れで、これね。そう、それでも水あげ続けてたら芽が伸びてきたんで、もしやと思って。大丈夫ですよ。これことあります。でも小白珍しいですね。あ、そうですか。小白すごい。葉っぱがない状態から芽が伸びたんですよ。すごい。だからこれ名前出してあれですけど、旧海園さんの村田さんが、木は自分でいらない不要な枝は枯らすんだよっていうものすごい哲学的な名言があるんですけど、木も自分が葉っぱを落とすんじゃないかなって。葉の量、例えば水吸えないのに葉っぱから蒸散しちゃうとやっぱりきついんで水分なくなっちゃうんで、自ら落としてで新しい芽を出させる。だから臓器がさっき言ったまさしくそれなんですよね。自ら葉っぱを枯らして落として葉の量が多いんで自ら落として新しいちっちゃい芽が出てくるっていう、新陳代謝というか自分でやるんですよね。生まれ変わるんでしょうね。という性質があるのかなって思ってます。あとは、これはもう小白も臓器も共通した話で、トヤっていうのがあるんですね。トヤちょっとねもうちょっとよく調べればよかったんですけど、確かなんか鶏がなんかね、で出産かなんかの時なんかね前に動画しましたよね。なんかね小屋の中に閉じこもるんですよね。でトヤとかトヤに入るとかって言うんですけど、であれは例えば心拍だったらよく私9月って言うんですけど、こう懐が黄色く枯れてきます。私なんかよく言ってひもっぱって呼んでるようなこういうまっすぐな成長点のない、この先端にこれがちょこちょこあるのが成長点ですね。でこれのないこういうひもっぱっていうこれが黄色くなってトヤって言って枯れてきます。で実はねトヤってもうちょっと5月の後半とか6月ぐらいにも、2回あるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、そういう時期があってそれは黄色くなってもやばいじゃなくて、それはもう生理現象ですから、全然気にせずにもう取ってあげればいいっていう。そうですね。長寿梅とか。そう、長寿梅も心拍が有名ですよね。ですかね。長寿梅も黄色くなっちゃった葉っぱが、一見うわやばいってなるんですけど、あれも新しい芽が出てきますから、多分それもだから自ら葉っぱをだから葉刈りするといいっていうぐらいなんで、この時期8月とか長寿梅は長寿梅はで8月作業少ないって言うんですけど、長寿梅なんかも全部葉刈りしちゃって葉を自分で落とすやり方もあるぐらいですから、全然それをトヤっていうのは自ら葉っぱを落とすのかなっていうふうにちょっと思ってますんで、長寿梅とか同じ黄色くなったら病気とかじゃなくて長寿梅とかこういう心拍なんかはトヤっていうのがありますんで、そこも間違いないように、まあだから気にせず水あげてればいいということですよね。という話と、あともう一つ、これもちょっと時期がずれるんですけど、冬場にですね、家の中に入れて枯らすっていうケース結構あります。私がボンビーで盆栽相談コーナーとかって行った時やってたんですけど、大体ね2月3月持ってきてこの木大丈夫でしょうかってほとんど枯れてるんですけど、それって何しましたって言ったら、冬にやっぱり雪が降ってかわいそうだと、木が枯れそうだと雪が積もっちゃって、でかわいそうなんで家の中に入れましたって言ったら、それが原因ですよって、枯れた原因はやっぱり植物っていうかこの盆栽もそうですけど自然に生きてるものですから、本来は、そんなに過
保護にする必要なくて、寒いところは寒いところで耐えます、特に小白類はね、南方系の木はまた別ですけど、雑木とかはね耐えますんで、そんなかわいそうだからって家に入れるとその寒暖差、これでやられちゃうんですね。そうですね。でまた寒い時に寒さと暑さというのがこう行ったり来たりしちゃうんで、乾燥もしてますしね、部屋の中の方が多分。そうですよね。なんで冬場家に入れるってことはもう絶対、もうこれはもう超初心者向けのお話ですね。やっちゃダメよっていう。一応南方系の木は南方系とかそういう場合もありますよね。あります。ただ、その暖房がかかってるようなあんな熱々のところに置く必要なくて、例えば玄関だとか、まあ軒下ってよく言い方、軒ってあんまり今はないんでね、言えないですけど、まあ玄関あたりに置いとくのがいいかなって。あと発泡スチロールに入れたり。そうよくね、そういうのもやりましたよね。というようなことでやっていけばいいかなというふうに思います。今日結構真面目にね、話しましたけど、終わりですよね。だいたいもうネタ尽きたから。枯れる原因と対策ですね。だから黄色くなったところはやっぱちょっと注意だから経験しないとわからないんでね。たださっき言った乾燥して水切れの場合と黄色くなって乾燥してない葉っぱっていうのが違うんで、病気か水切れかはちょっと区別がつくかなっていうふうに思いますね。でも大半は水ですよね。水が多いと思いますね。でかなりのケースでダメですね。そうですね。私も急いで月曜日一刻も早くっていうんで連絡ついたってメール来ましたけど、多分もう8割ぐらいは難しいかな。ただこういうケースもあるんで、一枝だけの生きるってそうですね。ああいうケースもあるんで、そうすれば盆栽できますから、諦めないで、やれることは最後まで面倒見てってことですね。可能性。特にこの時期は多分たくさんみんな枯らすと思うんで。そうですね。一番水切れ多い季節でね。でね、一旦ね、これもまたかなり注意しなきゃいけないんですけど、真夏にちょっとね成長止まる時あるんですよ。水がガンガン吸ってっていうか、もう乾いて吸う時期とでちょっと休む時あるんですね。夏の中でも。その時にね、多分盆栽屋さんの人なんかは気づくんだと思うんですね。あんまり実は乾いてないなとか、そういう時期もありますんで。あります。さすがやっぱり盆栽の人。35度を超えてくるとなんか乾きが悪くなります。なんか夏の休眠期みたいな言い方もしますよね。そういうことか。成長が止まるタイミングがあると。そうですね。ただ土が乾いてくれればそこは乾燥はしてくれると思うんで、あんまり水切れとか根腐れとかっていうのは少ないかと思うんですけど、そういう時期もあるっていうことですよね。はい。ということで、座学出張回数少ないんですけどこういう大事な話はやっぱちゃんとしとかないといけないんで。そうですね。これプラス消毒の動画とかもまた見てもらえると。そうまた見てもらってですね。でなんかさっき薬もね、あれ私言った以外にも子供殺菌剤違うのを使ってましたんで、いろいろあるみたいですから、病気だとかは注意してもらえればというふうに思いますんで、以上参考になった方はいいねボタンとチャンネル登録、20万人目指して、あとメンバーシップもですね。今ね200本ぐらい、メンバーシップの有料会員になると見れるやつと、90円のやつでもメンバー限定の昼間さんの面白トーク集とか、私の特に展示会のやつなんかあれメンバーシップ、あれはねすごい飾りの話をちゃんとしてるんで、あれは自分の中で結構盆栽級の動画たくさん撮りましたけど、かなり私の中ではトップクラスの。ぜひそのね、ぜひメンバーシップ入ってそれを90円の方で見れます。90円の方で、高いやつはいくらのやつなので、過去動画を見るのはいくらだっけ、500円ぐらいのやつ。500円ぐらいのやつ。1000円なくしたとか言ってましたよね。一応あるはあるんですか。90円の方はメンバー限定の新しいこの合間の動画で、ちょっと高い方は過去の今非公開にしてる動画を200本ぐらい。私昔の見たいんだけど、じゃあそれ私でも一番高いやつ入ってるんだよな、確か。嘘だ。違います？ 90 円ですっけ？だと思いますよ。そっか。そっか。まあいいや、じゃあちょっと考えますけど、そういうのも見れるということで、見れるのぜひメンバーシップも入っていただいて、昔の動画を見ていただければ、また初々しい頃の4年前の私が出てくるかも。出てくると思います。ということで、はい、ありがとうございました。急にありがとうございました。
日は電車で来て、はい、午後飲み会なんですけど、はい、研究さんはあれなんですよね、ライブ行きます。ライブ、大河君とライブ行ってきます。ももクロ行ってきますから、大河君とデートで、私は2時から同級生大河君のパパとデートです。そうなんだ。ちょっと面白い組み合わせだな。なるほどね。ということで今日は何もないんでちょっとトークだけでやってみましたね。おまけそれだけトークも短い、おまけも短いという、短いですね。ということで以上です。それだけでした。ありがとうございました。